こんにちは、アリアです。プレアデスは、優しい星や癒しの星として語られることが多いです。今回は、そうしたイメージの中にある思想、プレアデスが、どのような構造で成り立っていたのかをお話ししていきます。プレアデスで中心に置かれてきたのは、雰囲気の良さや感情の柔らかさだけではなく、話し合いという仕組みでした。それは、価値観を揃えるための手段というより、文明を安定させるために必要な機能として存在していたものです。なぜその仕組みがそこまで重要だったのか、ここからその背景を順に説明していきます。プレアデスの話では、調和、共鳴、愛、光といった言葉がよく出てきます。どれも美しく、耳障りも優しい。ただ、それだけで終わってしまうと、地球で暮らす私たちの日常には結びつきにくくなります。そこで今回は、プレアデスを私たちが日常で行っている意思決定の仕組みと重ねながら見ていきます。プレアデスで重視されていたのは、気持ちが一つになることよりも、情報が噛み合っているかどうかでした。感情の一致より、前提が揃っているか、そこに関心が向けられていたように見えます。地球では、話し合いは、意見を出し合って折り合いをつけると説明されがちです。けれど、プレアデスの話し合いは、折り合いを探す作業というより、ズレを見つける作業に近いものでした。誰が正しいかを決めるのではなく、どこで前提が食い違っているのかを確認する。結論を急ぐよりも、その結論が後で崩れてしまう原因を先に整理していく。この順番が文化として定着していたと考えると、全体の構造が見えてきます。地球でも似た場面はたくさんあります。家族で予定を決めるとき、仕事で方針を固めるとき、そうした場面でこじれるのは、相手が悪いからというより、前提が揃っていないことが多いです。同じ、早めに決めたいという言葉でも、どの時点を早いと感じるかは、人によって違う。必要だと思っている情報の量も、優先している基準も違う。そこが整理されないまま結論だけを出すと、後から無理が出てきます。プレアデスの話し合いは、そうした崩れ方を起こしにくくするための仕組みとして育ってきた文化だったように見えます。もう少し具体的に説明します。プレアデスの話し合いは、議論の勝ち負けを目的にしていません。声の大きさや立場や勢いで流れが決まる形は短期的には楽です。ただ、その決まり方は後から歪みを生みやすくなります。納得していない人が動かなくなる。一部の人に負担が集中する。責任の所在が曖昧になる。表面上は結論が出ていても、内側で合意が育っていない状態です。プレアデスは、この状態に敏感だったと考えられます。ここで誤解されやすいのが、合意形成という言葉です。合意というと、全員が同じ意見になることや、同じ温度で納得することを想像しがちです。けれど、プレアデスで重視されていたのは、同意よりも理解に近い感覚でした。賛成か反対かを決める前に、あなたは何を見ているのか、私は何を見ているのか、見ている材料が違えば、結論が違うのは自然なことです。結論の違いを問題にするより、材料の違いをはっきりさせる。そのために話し合うという順番が取られていました。だから、プレアデスの話し合いでは、意見の強さよりも話題の位置をはっきりさせることが大切にされます。今扱っているのが目的の整理なのか、進め方の選択なのか、あるいは時間や責任、優先順位といった判断の軸なのか、その位置を確認してから次に進む。話し合いは結論を急ぐ場ではなく、判断が揺れないための土台を整える場として機能していました。この区別が曖昧なまま進むと、どれだけ言葉を重ねても噛み合いません。プレアデスは、この噛み合わなさを放置しない文明だったように見えます。そして、
話し合いが中心になりやすい理由として、感情の扱い方も関係しています。プレアデスでは、感情は抑え込む対象や判断を支配するものではなく、情報として扱われていました。怒りや不安が出ること自体を止めることはしない。ただし、その感情をそのまま結論に直結させることもしない。感情はどこにズレが生じているかを知らせるサインとして扱われます。例えば、不安を感じたとき、地球では不安だからやめる、不安でも進むと判断が分かれやすくなります。プレアデス的な思考では、その前に一度立ち止まります。不安が出た背景に何があるのかを確認するためです。何が分かっていないのか、どんな結果を避けたいと感じているのか、不安を感情として処理するのではなく、構造としてほどいていきます。ここで重視されるのは、感情の強さではなく、どの位置で立ち上がったのかです。どの情報を見たときに引っかかったのか、誰の言葉に反応したのか、どの選択肢を思い浮かべた瞬間に違和感が出たのか、ここが見えてくると、感情は曖昧なものではなく、判断に使える材料へと変わっていきます。地球では、この工程が省かれやすい傾向があります。感情が出た瞬間に、評価や結論へ意識が移ってしまう。相手が悪いのか、自分が悪いのか、状況の問題なのか、判断が先に走ります。評価に入るのが早いほど、前提の違いは見えにくくなります。そこで、プレアデス的な思考では、前提そのものを探しに行きます。自分は何を当然だと思っていたのか、相手は何を当然として見ているのか。同じ言葉でも前提が違えば意味は変わります。ちゃんとやってほしいという一言でも丁寧さの話なのか、報告の有無なのか。前提が揃わないままでは言葉だけがすれ違っていきます。このすれ違いが続くと内容よりも感情の反応が前に出やすくなります。分かってもらえていない、軽く扱われている、尊重されていないといった受け取り方が積み重なっていく。プレアデスの話し合いでは、こうした感情が強まった時ほど、今立っている前提に戻ります。感情を抑え込むためではなく、どこで認識が食い違っているのかを見つけるためです。その確認を重ねていくことで、判断は感情に振り回される形から離れ、現実に沿った形へと整えられていきます。ただし、ここにも注意点があります。話し合いを大切にする人ほど、決断が遅くなりやすい側面があります。全員が納得する形を探し続けるうちに、動き出すタイミングを逃し、情報を集めるほど判断が重くなって、最終的には決断しない状態が一番無難に感じられてしまうことがあります。プレアデスの仕組みを地球で扱うときは、この点を意識しておく必要があります。では、プレアデス的な話し合いは何を目標にすると機能しやすいのか。それは決断の品質に集約されます。その場の速さや一時的な正解を取りに行くのではなく、時間が経っても崩れにくく、状況が変わっても納得の土台が残る決断。後から誰かを悪者にせずに済む決断。プレアデスの話し合いは結論を急ぐための場ではなく、こうした決断を成立させるための工程として機能しています。工程として整理すると、最初に行われるのは目的を言葉にすることです。この話し合いで何を守りたいのか、最終的に何を達成したいのか、その輪郭を早い段階で明確にします。次に前提を整理します。どの情報を事実として扱うのか、どこから先が仮説なのかを一つずつ確認する。前提が見えたところで制約を確認します。使える時間、予算や体力、人員、関係性の制限、理想ではなく現実として動ける範囲を把握する。その上で優先順位を決めます。すべてが大事なままでは進めないという前提を受け入れる工程です。
最後に、決め方そのものを決めます。判断する人を誰にするのか、まず試してから決めるのか、それとも最初に決めきるのかをはっきりさせることです。ここまで整えて初めて、話し合いは役割を終えます。地球の話し合いでは、意見を出すところから始まりやすく、その前に前提を揃える時間が十分に取られないまま進むことがあります。すると、意見がぶつかりやすくなり、論点が内容から人へとずれていく。発言の仕方や態度が評価の対象になり、話すべきテーマが後ろに下がってしまいます。そうなる前に、意見そのものより、その意見がどんな前提から生まれているのかを確認する。この視点を挟むだけで、話し合いの空気や緊張の質は変わっていきます。そして、クレアデスの話し合いがなぜ文化として続いてきたのか。ここは仮説になりますが、共同体の設計が関係していたと考えられます。権力が一箇所に集まりにくく、誰か一人の判断で全体が動く形が成立しにくい。そうなると、共同で決めるための仕組みが必要になります。仕組みが必要になると、話し合いが発達する。積み重なるほど、論点を整理する力が磨かれ、それが教えられるものになり、文化として定着していく。クレアデスの話し合いは、そうした流れの中で育ってきたものだったように見えます。クレアデスが愛の星と表現されやすいのは、この文化が穏やかに見えるからかもしれません。衝突を避ける言葉選び、相手の状態を丁寧に読み取る態度、調和を重んじる振る舞い。確かに、そうした側面はあります。ただ、中心にあるのは、感情的な優しさというより、決断が後で崩れることを嫌う知性です。相手を大切にするという表現より、関係が壊れる原因を残さないという考え方の方が近い。この視点で見ると、クレアデスは一気に現実的な文明になります。では、地球でクレアデス的な話し合いを使うとしたら、どこから始めると良いのか。まず大切なのは、話し合いに入る前に、自分なりの結論を一度仮に置いておくことです。確定である必要はなく、自分は今、こう考えている、という形を言葉にしておく。これがないまま入ると、相手に合わせる方向へ流れやすくなります。合わせ続けた結果、自分の立ち位置が見えなくなることが負担になります。次に行うのは、話し合いの目的を決めることです。今回は何を決めたいのか、どこまで整理できれば十分なのかを最初に明確にする。目的が曖昧なままだと、話し合いは長引きやすく、それ自体が負担になります。負担が増えるほど距離を取りたくなり、ズレが表に出ないまま溜まっていく。だからこそ、最初の段階で目的を定めておくことが大切になります。さらに、クレアデス的な思考では、わからないという状態をそのままにしません。わからないまま置かれると、不安だけが先に膨らんでいくからです。何が不明確なのかを一つずつほどくと、次に取る行動が定まってきます。これは、気持ちを落ち着かせるためというより、判断を前に進めるための作業です。ただし、この考え方には弱点もあります。整えることに意識が向きすぎると、行動に移るまで時間がかかり、抜けや不安が見えるほど決断が難しく感じられ、全員が納得する完璧な状態を待ちたくなります。だから、地球で使うときは、外から区切りを置くことが大切です。完璧を待たずに、動く前提を持つことが、現実では重要になります。今回は、クレアデスを優しい星や共感の文明としてだけではなく、判断が崩れないための思考構造のお話をしてきました。感情を抑え込むのでも、流されるのでもなく、感情を手がかりとして使い、前提を確認しながら、仮の結論を持って判断を進めていく。この順番があることで、話し合いは消耗ではなく、安定した決断へとつながっていくのです。次回は、
プレアデスの社会設計を全体像としてまとめていきます。決まり方の手順、役割の扱い方、教育や衝突処理、そして限界まで含めて、プレアデスの設計思想がどんな形で運用されていたのかを一緒に見ていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。